で位置が決まったら、もうここも現物合わせで墨を入れます。で後できっちり入れればいいので、現物の位置が取れればそれで大丈夫です。でこの一番奥は外して、こういう形で入れていきます。で今ここに刃物墨取れました。ここですね。でこちらはここに取れてます。でこの墨のところを彫り込みをしていきます。でこの側の墨は最終的にのみで仕上げるので、もし刃物墨で見にくい場合は鉛筆でなぞっちゃってもいいと思います。で彫り込み自体はこれからトリマーを使ってやっていきます。はい、じゃあ彫り込みをやっていきます。でこの埋め木がぴったり入るようにここに四角い彫り込みをしていきます。この、埋め木の仕方なんですけど、かなりいろんなやり方があってですね、今回はこの、カンナ台と同じ目方向にここに浅く彫り込みを作って、埋め木をするというやり方をしますが、やり方としては同じこの部分に、埋め木をするっていう処理でも直行方向ですね、こっち向きにこう溝をついてでこう差し込むというやり方もあります。その場合目方向こうなりますね。でそういうやり方もありますし、こちら表からこう埋め木を差し込んでここに小口を出すというやり方もあります。でそれぞれ一長一短というか、いい面と問題が出てくる可能性がある点とあるんですね。で、またそれちょっと詳しく別で解説をしようと思うんですが、一応うちのウッドワークセンターではこの同じ目方向で、浅く彫り込みをして埋め木をして白地を埋めるというやり方を採用してます。で、これを採用している理由としては、同じ目方向なので、カンナの台の動きに一番ついてきてくれるという点が一番の理由ですかね。であとは加工的にもそんなに、手間がかからないというか難しくないっていうのもあります。なので、うちの生徒さんに、おすすめするやり方としては、まず入門としてこのやり方がおすすめなので、ここの備品についてもこのやり方で埋め木をしているという感じですね。ではトリマーで彫り込みをしていきます。で今更なんですけど、私左利きなんですよ。だから、もしこれで同じように見ながら真似してみようって思う右利きの方いらっしゃったらちょっとわけわかんなくなると思うんですけど、鏡を見るように真似していただければいいかなと思います。で、こういうジグを使います。で、重要なのはこのラインですね。このここのライン、これ今刃物墨が入ってるんですけど見えますかね。このラインについてはトリマーで直線を出したいですね。
なのでこのトリマーのベースを沿わせられるジグをつけて、ここは直線で加工するというやり方をします。でこの脇については後でのみで直線を出します。で、このジグをセッティングする必要があるんですが、この距離についてはこのトリマーのベース、ここのラインを、定規にしますので、こことこのラインをこのジグの面に当ててこの直線を出すんですね。なので、ここからこのビットの距離を当たります。でこういう感じで当たってもらって、だいたい41、42ですね。42なのでそれを測ります。でいきなり42にしないで、コンマ5から1ミリぐらいまずは逃げてください。でここで固定をします。でしっかり固定をして動かない状態で加工していくと。これでトリマーのベースをドンと当てた時に、このラインから今逃げたコンマ5とか1ミリ分だけ内側にこのラインが来るということになります。じゃあ彫り込みをやっていきます。で今回彫り込む深さ、ここの、こっぱ返しっていうんですが、この面ですね、ここの面より、1ミリぐらい深く入れたいんですね。なのでだいたい5ミリ、4ミリから5ミリぐらいの深さで彫っていきます。でトリマー彫り込み深さは、1回につき3ミリっていうふうに覚えておいてください。特に菓子は硬いので、彫り込み4ミリだったとしても一発でいくのはおすすめしません。それで深さ方向2回に分けて取っていきます。